想像してみてほしいんですが、あなたが今、オーストラリアの広大なアウトバックにいるとします。はい。最寄りの大きな病院から何百キロも離れた小さな診療所で、お医者さんがタブレット一つを手に、心臓疾患の高度な診断を行っているなんていう光景ですね。まるで映画のワンシーンみたいですよね。そう。SF 映画みたいなんですけど、これフィクションじゃないんです。2026年3月14日時点の最新の Google AI の動向がもたらしている現実の風景なんですよ。すでに現実に起きていることなんです。今日はこの大量のソース資料、医療現場のレポートから開発者向けの専門的なブログ記事までを徹底的に深掘りしていきます。一見バラバラに見えるこれらのニュースが実は全て根底でつながっているんですよね。そうですね。非常に興味深いつながりがあります。AI が単なる検索ボックスの中の便利なツールから私たちのすぐ横に座る高度にカスタマイズされた共同パートナーへとどうやって進化を遂げているのか、その本質に迫るミッションで進めていきましょう。このオーストラリアの事例って、技術が物理的な距離とか制約をどうやって乗り越えるかを示すすごく象徴的なユースケースですよね。確かに。AI がデータセンターのサーバーの中だけで計算をしているフェーズから、現実世界の人間の命とか行動に直接介入するフェーズへ完全に移行したことを意味しているんです。資料を読んでいてハッとさせられたのが、まさにその現実世界とのリンクなんですよね。ええ。例えばオープンソースの AI モデルであるスピーシーズネット。これ、野生動物の保護活動ですごく不鮮明な写真から動物の種を特定するために使われているそうなんです。はい、大活躍していますね。あと、アスカテクスパートという記事でも、スマホの何でも聞いてという検索バーを通して AI が視覚的な検索をどう理解するかが解説されていました。でもこれってただ画像に映っているものをテキストに変換しているというわけじゃないんですよね。全く違いますね。過去の画像検索は、画像のピクセルパターンを既存のデータベースと照合して似ている画像を探すだけでした。いわゆる画像のマッチングですよね。そうです。でも、今のマルチモーダル AI は視覚情報を文脈として理解するんですよ。文脈ですか。はい。例えば、動物の足跡とか、周りの植物の種類、それに時間帯なんかといった背景情報も含めて、総合的に推論を行っているんです。なるほど。人間が目と脳を使って状況を判断するプロセスにものすごく近くなっているわけですね。その通りです。2月のアップデートで発表されたジェミニ 3.1 Pro とか、あとちょっと名前がユニークなナノバナナ2なんかも、そうした推論能力の土台になっているわけですよね。まさにその根幹を支える技術です。ただ私たちが日常的に一番その推論能力の恩恵を感じられそうなのが、Google シーツのジェミニベータ版のニュースなんですよ。これちょっと驚きました。スプレッドシートのアップデートですね。資料には最先端、ステートオブゼアートのパフォーマンスを達成したってあるんですけど、なんと人間の言葉で説明するだけでシート全体の作成とか整理、編集、さらには複雑なデータ分析までやってのけるそうなんです。ここで重要なのは、言葉で説明するだけという部分の裏側で一体何が起きているかということなんです。裏側ですか。はい。ユーザーは、例えば、この売上データから四半期ごとの成長率を計算してグラフにして、みたいに自然言語で入力しますよね。はい、よくある指示ですよね。AI はそれを単にマクロのコードに翻訳するんじゃなくて、四半期ごとの成長列を出すには、どの列のデータとどの列のデータをどういう数式で処理すべきかという論理構造そのものを自ら組み立てているんです。つまり、私がやりたいことの意図を汲み取って、無味乾燥な数字の羅列から意味のあるインサイトを引き出してくれると。まさにそういった働きをします。いわば人間のふわっとした要望と厳密な数学的処理の間をつなぐ万能な翻訳機として機能しているわけですね。素晴らしい表現ですね。そして私たちが日常で使うこうしたコンシューマー向けツールの裏側にはさらに興味深い構造があるんですよ。と言いますと、AI がこれほど高度な処理を自動で行えるようにするためには、それを構築する開発者側の環境も劇的に進化していなければなりません。実は開発者自身もまた信じられないほど強力な AI を使ってこれらの AI ツールを生み出しているんです。そこなんですよ。私たちのスプレッドシートを魔法のように動かすツールを作るために、開発者たちはどうやって AI を使っているのか。はい。資料にある AI とのペアプログラミングの世界にちょっと背ってみましょう。インテリジェや VS コードのジェムニーコードアシスト拡張機能に、フィニッシュチェンジズ、つまり変更の完了と、
アウトラインズという機能が導入されたとあります。この2つの機能は開発という作業の性質を根底から変えようとしていますね。資料によれば、フィニッシュチェンジズは AI のペアプログラマーとして現在の編集状況を観察し、コードの保管だけじゃなく、疑似コードから本物のコードを実装したりするそうです。ここでこういう条件分岐をしたいみたいなメモ書きからですね。そんなメモから救ってくれると。さらにリファクタリングを適用したりもすると。そしてアウトラインズは複雑なファイルをナビゲートするために対話的で高度な要約をソースコード内に直接挿入してくれるとあります。さらに自動承認を備えたエージェントモードとかインライン差分表示なんかもコア機能としてアップデートされています。インライン差分表示。はい。開発者がここを修正してと指示すれば AI が修正案を提示して開発者はインラインで差分を確認してワンクリックで承認する。すごくシームレスなコラボレーションなんです。ちょっと待ってください。ここで少し意地悪な見方をさせてほしいんですけど、はい、どうぞ。コードの文脈を読んで次を書くとか、疑似コードから本物のコードにするって、これ結局のところ超賢い予測変換、つまり巨大なオートコンプリート機能ですよね。なるほど。もしそうだとしたら AI がハルシネーションを起こして適当なコードを書く危険性もあるし、何より開発者が自分でロジックを考えなくなって結果的にサボるためのツールになっちゃいませんか？その疑問は非常に真っ当ですし、多くの人が最初に抱く懸念なんですよ。やっぱりそうですよね。しかし、これは単なる次の単語を予測するオートコンプリートとは仕組みが全く異なるんです。違いの核心は、コンテキストマネジメント、つまり文脈管理の広さと深さにあります。文脈管理ですか？どういうことでしょう？従来の予測変換は、直前の数行を見て、次に来る確率が高い単語を出力するだけでした。ねえ。でも、今の AI は、プロジェクト全体のアーキテクチャとか、依存関係にある別のファイル、さらには、そのプロジェクト特有のコーディング規約までをメモリーに保持した上で提案を行うんです。プロジェクト全体を把握しているんですね。そうなんです。だから、サボるためではなくて、開発者の脳の認知的摩擦を徹底的に排除するためのものなんですよ。認知的摩擦。はい。プログラミングにおいて、構文の細かいエラーを直したり、あの関数の定義ってどのファイルの何行目だっけと巨大なコードベースをあちこち探し回ったりするのは脳のエネルギーを著しく消耗させるんです。ああ、確かにそれは疲れそうです。アウトラインが英語で要約を入れてくれるのもこの探すとか思い出すという摩擦を減らすためなんですよ。なるほど。AI がそういった低レイヤーの作業を引き受けることで開発者はシステム全体として何を達成すべきかという人間本来の高度な論理思考に 100% 集中できるようになるわけです。つまりタイピングの労力を減らすというより、脳のリソース管理ツールなんですね。まさにその通りです。でもそこまで AI にコードを書かせたり、エージェントモードでシステムを自動変更させたりするとなると、やっぱりちょっと怖さもありますよね。そうですね。リスクは伴います。もし AI が文脈を勘違いして、システムの中核を破壊するようなコードを実行してしまったら、とか。だからこそ必須になるのが暴走を防ぐための安全な検証環境と、それをエッジで高速に動かす強力なインフラなんです。これが資料の後半にある技術的な基盤の話に直結してきます。ジェミニ CLI に新たに搭載されたプランモードですね。はい、プランモードです。これ読み取り専用の環境で誤ってコードを実行するリスクなしに複雑なコードベースを分析してアーキテクチャの変更をマッピングする機能だと書かれています。ここで技術的に面白いのは単にコードを読むだけじゃなくて Ask ユーザーツールとかモデルコンテクストプロトコル、いわゆる MCP のサポートが組み込まれている点なんですよ。ちょっと専門用語が続きましたね。MCP って要するにどういう仕組みなんですか？簡単に言うと AI がローカルの開発環境だけじゃなくて外部のデータベースとか社内の他のツールと安全に会話するための共通言語のルールブックみたいなものです。共通言語のルールブック。これにより AI は外部の最新情報を引き込みながら人間と共同で実装前の戦略を練ることができるんです。ということはプランモードって単なる設計図を描くツールというよりゲームのサンドボックスモードみたいなものですね。サンドボックス、いい例えですね。AI に家を建てさせてわざと爆破してみて弱点を探すようなシミュレーションができる。でも読み取り専用だから現実世界のサーバーには一切影響が出ないという。素晴らしい解釈です。まさに安全なサンドボックスです。
そしてその安全な設計図を実際に動かすためのインフラ面でも重要な論知がありました。何でしょうか？ TensorFlow 221の新機能、ライト RT です。これですね。従来の TFL ライトの後継にあたるもので、GPU や NPU のアクセレレーションが大幅に高速化して、PyTorch や JAX のシームレスなサポートも追加されたと。ただ、資料にある低精度データ型のサポートによる効率化という部分、これがなぜそんなに重要なのか、正直ちょっとピンときていないんですが。そうですよね。実はこの低精度データ型というのは AI の実用化において極めて重要なメカニズムなんですよ。そうなんですか。AI のモデルというのは本質的に巨大な小数の掛け算の集まりなんです。通常、この小数は非常に細かい桁数、つまり高精度で計算されます。はい。でもそれだとメモリを大量に消費しますし、計算にもものすごく時間がかかってしまうんです。厳密に計算しようとすると重くなるということですね。そこでこの数字の桁数を少しだけ丸めて大まかな数字、つまり低精度で計算させる技術が使われるんです。なるほど。例えるなら、巨大で超高画質の TIFF 形式の画像を少しだけ画質を落として軽量な JPEG 形式に圧縮するようなものです。見た目の綺麗さは人間の目にはほとんど変わらないのに、ファイルサイズは劇的に小さくなってスマホですぐに開けますよね。すごく腑に落ちました。つまり、ライト RT はデータセンターの巨大な AI エンジンを JPEG のように賢く圧縮して、スマートフォンの NPU、AI 専用の小さなチップにポンと載せられるようにする技術なんですね。その通りです。プランモードによる実行前の安全なサンドボックス検証と、ライト RT によるデバイス上での高速かつ軽量な実行。この2つが両立して初めて AI は実験室のデモとか強力なサーバー上だけの存在を抜け出して、私たちの手元で動く真の実用的なインフラになるんです。安全性と軽快さ、この両輪が揃って初めて私たちが恩恵を受けられるわけですね。なんかここまで議論してきて、私の中に一つの大きな矛盾というか疑問が浮かび上がってきたんですけど。何でしょう？スプレッドシートの関数を AI が書き、プログラミングの認知的摩擦を AI が排除し、プランモードで安全性を AI が確認して、ライト RT でシステムが最適に動く。この完璧なインフラが整った世界で、私たち人間、特に開発者は、一体何をしているんでしょうか？もはや見ているだけになっちゃいませんか？実はそこが今日の資料の中で最も興味深いある種のパラドックスなんですよ。パラドックス？ツールが高度になればなるほど、実はそれを使う人間のスキルが過去のどの時代よりも重要になってきているんです。そこでつながるのがソースの最後にあったウェネスデービルドアワーなんですね。そうです。これ Google クラウドの専門家が主導する週に一度のセッションで、テクニカルなスポーツジムだと表現されていました。なぜジムと呼ばれるのか、その理由が重要なんです。資料を読むと、受動的にスライド資料を眺めるようなスタイルから脱却して、AI エージェントとか Vertex AI といった高度なトピックについて、実際に手を動かして構築することに焦点を当てているそうですね。参加者が自分のワークフローに即座にデプロイできる具体的な成果を出して、コミュニティとつながる場になっていると。情報過多の今の時代において、最新ツールの使用書やドキュメントを読むだけでは、絶対にこれらのツールを使いこなすことはできないんです。読むだけじゃダメなんですね。AI は私たちの思考を代行する魔法の杖ではなくて、人間の思考を増幅させる強力なアンプなんですよ。アンプですか？アンプにつなぐギターの演奏スキル、つまりクラウドインフラの全体像をどう設計するかという人間側の根本的な筋肉が錆びついていれば、出てくる結果もそれなりのものになってしまいます。なるほど。AI がどれほど優秀になって摩擦を減らしてくれても、結局のところ最終的に何をどういうアーキテクチャで作るべきかを決定する人間の筋肉は、定期的にジムに通って汗をかいて鍛え続けないと退化してしまうんですね。その通りです。最新ツールを前にして、あえて泥臭く手を動かすことが求められている。ここに技術の進化の本質と人間の役割の答えがある気がします。強力なツールを与えられたからこそ、私たちはより高い視座でシステム全体を俯瞰して、手を動かして検証し続ける必要があるんです。確かにそうですね。コミュニティという実践的な場で継続的に学ぶことこそが、AI という暴れ馬を乗りこなす唯一の手段なんですよ。いやー、本当にエキサイティングな分析でした。オーストラリアのアウトバックにおけるタブレット越しの診断や、スピーシーズネットによる野生動物の保護。そこから始まり Google シーツで言葉だけで複雑な分析を行う翻訳機としてのジェミニーの進化。
そして開発の現場では、フィニッシュチェンジーズやアウトラインズが認知的摩擦を排除してくれましたね。さらに、プランモードという安全なサンドボックスと、ライト RT というエッジデバイス向けの軽量インフラが AI の実用性を根底から支えていました。そうですね。そして最後に、それらの高度なツールを使いこなすために、人間自身がウェンズデービルドアワーというテクニカルなジムで、自己の設計スキルという筋肉を鍛え続けている。はい。AI は今や単なる検索ツールではなくて、あなたの隣に座って文脈を理解し、提案し、共に作り上げてくれる高度にパーソナライズされた優秀な同僚になっていることがよくわかりました。この同僚とどう付き合っていくか、それがこれからの私たちの大きなテーマになりますね。本当にそうですね。リスナーのあなたも明日からスプレッドシートを開くときや業務で新しいツールに触れるときに、裏側で動いているこれらの一連のメカニズムを思い出すことで、ツールの見え方が少し変わるんじゃないでしょうか。きっと変わると思いますよ。さて、最後に今日ご紹介したソース資料には直接書かれていなかったんですが、もう一段深い思考の種をあなたに投げかけてみたいと思います。何でしょうか。今日、AI がアウトラインズで複雑なコードを英語で要約してくれたり、フィニッシュチェンジスで人間の書いた疑似コードを完璧な本物のプログラムに変換してくれるという話をしましたよね。はい、しましたね。もし AI が人間の自然言語を完璧に動作するシステムに翻訳してくれるのだとしたら、未来の開発者に求められる最大のスキルは、Python や Java といった特定のプログラミング言語の複雑な文法を暗記することではなくなるはずです。確かに、人間と機械の間にある言語の壁は AI が完全に吸収してくれますからね。だとすれば、これから最も重要になるのは、自分がやりたいことの論理をいかに自分の母国語で明確に解像度高く表現できるかになるのではないでしょうか。なるほど。つまり、言葉を深く理解して文脈を整理し、他者あるいは AI に論理的に語ることができるあなた自身が、実はすでに未来の最強のデベロッパーとしての質を持っているのかもしれません。テクノロジーの極限への進化が巡り巡って人間の言葉の力の重要性を再認識させる、非常に考えさせられる視点ですね。AI に的確な指示を出すための言葉の解像度、あなたは普段どれくらい意識していますか？この問いの答えは、ぜひあなた自身の日常の中で探ってみてください。面白いテーマですね。今回もたくさんのソースから本質を抽出する深掘りにお付き合いいただきありがとうございました。それではまた次回、あなたの知的好奇心を刺激する新たなトピックでお会いしましょう。